クロスしてでそのままこう体で引っ張ってきてちょっとそのままクラブが寝てみたいな、構えたところで打ってるんですよ。ここにいる。でもこれがスーさんのさっきはここにいないんですよ。ここからこの辺にいるんですよ。これがシニアだから余計やった方がいいです。お久しぶりです。全然会えてなくて、スーさんにあれからどうですか？順調に98。スイングいいはずなんですけどね。まあちょっと月に1回ぐらいしか行けてないですけど、ああそっか。もう98がいかない。70代の道にするにはなんかやっぱちゃんと計画を立てなきゃダメですよ。そうですね。はい。なんかせめて月1回ラウンドクリちゃんに来てもらって、コース行ってとかやんなきゃダメですね。どうやらそれっぽいですね。50歳。そうですね。そうすると今日ちょっとなんかシニア向けって言ったらあれですけどシニア向けって言ったらちょっと早いかもしれないですけど、だって50歳そうですよね。50歳からシニアだから。シニア70代の道みたいになってる。はいで1からまずでも98の動きではないですよね。そうさん一発目でこれはねなかなかこれ本当に一発目ですよね。3週間ぶりぐらいに振りました。3週間ぶりに振ってこの動きはなかなかそんな悪くない。やっぱちょっとこう下から来てるんだけど、そうどうですか？なんか間接的な動きでいう間接的なところとかこうだいぶスーさん自分で見てもかっこよくなってないですか？いやここのスタジオが綺麗に見える。あと編集が上手。ありがとうございます。でもこのちょっとこうトップポジションでやっぱり久しぶりだからそのままちょっとこうクロスするじゃないですか。クロスしてでそのままこう体で引っ張ってきてちょっとそのままクラブが寝てみたいな感じになってるんで、だからハンドファーストはハンドファースト当たってるんだけどまたこう引っ張るダウンスイングでちゃんとこう手元を支点として引っ張るっていう動きがちょっと希薄になってるかなって思い出してきましたね。はい、これどうですか？体でバチーンって打ってる感じじゃないですか。はい、なのでもう一回ちょっとおさらいで棒叩きおじさんでしたよね。そう棒叩きおじさんで、そうこれ面白いのがアンダーでクラブが寝る動きっていうのは、トップ行ってもらっていいですか？トップ行ってもらってからこう体でダウンスイングとかでももちろんいいんですけど、この右手のここに対するここの要は、視点がぼやけるとクラブってこう寝るじゃないですか。そうでもスーさんこれを右手一本でじゃあもう一回どうですか？こうでしょう。これどうですか？これってどうですか？視点が確保されてるでしょ。されてます。されてますよね。ここから体で引っ張るとこれ視点確保されてないでしょ。だから感覚で言ったら右手がちょっとルーズになるとクラブは寝たりするんですよ。右手がルーズ。そうで今の感じでバーンと叩いて、そうこれは寝ないんですよ。そうですよね。思い出してきたですね。そうで今の右手に今日は左手を入れる。そう右手がメインですよ。右手がメインですよ。これで寝てないですよね。これ見てください。こうすると右手でバッと引っ張ってくるとスーさんほら寝ないんですよ。でしょ。寝ない。これ右手に視点がちゃんと確保されているとゴルフクラブっていうのはチャンバラを振るのと一緒でクラブは寝ないんですね。絶対オンプレーになる。だからこれがまず久しぶりにやるとさっきのスーさんは体でいってる。でこのインパクトバック叩いてる時はやっぱりこう自分の体の軸もこうあまりずれないんですよ。でしょ。そうこういう状態でいきます。まずはじゃあ構えてこれ打つんだけど同じこの動きですね。打っていいいいですよ。どんどんパチ叩いていく。美しい。こっちの動きで叩きゃいいだけだ。そうです。ほらさっきとトップポジションも全然違くないですか？でしょ。だから要はこの
なんていうんですかね、ゴルフクラブを振るっていう行為というよりはこの目的が明確になるとこうやってクラブっていうのは正しく勝手に動くんだよってことですよね。ほら寝てないでしょ。本当だ。そうでリリースも綺麗って感じです。そうだから本当ここをいかに引き出すかっていう勝負です。なんでな。そうだからお家でもやっぱりこの叩く行為とかっていうインパクトバックとかは叩くのはいいと思います。夏ぐらいに東野商店からこれうるさいじゃないですか。うるさいんです。マンションとか家でできないじゃないですか。音の出ないインパクトバック完成したんで、すごい。はい、完成したんですか。完成したっす。どんだけ出ないですか。出るんですけどこれバーンじゃないですか。バボコみたいな。はい、多分家でもいけるはずです。そうだいぶ吸ってるんで。そうでも題名音は出るんだけど、音の出ないインパクトバックっていう商品名は決まってるんですけど。なんて商品。音の出ないインパクト。そのまま。はい、そのまま。なんでもストレート。はい、そのままでいけるんで、それが一つ家でできるかなと思います。ね。はい、結構。スーさん、結局これだとできる。でもボールだとできないってどう思いますか？やっぱちゃんと当てたいってなる。そうですよね。対象物が大きいからこれだと叩ける。でもうちっちゃくなると合わせるってあるじゃないですか。こっからだんだんこういうボール大きさを変えてって。いろんな大きさが。そう、こっからこう、次こうで最後ボールってやっても、対象物を徐々に試着していくことによっても同じことができるんですけど、でも一番やっぱり差は何かって言ったら、これを打ってる時ってフォローサイドってなくないですか？ないです。ここで終わり。ないじゃないですか。ここでもう終わるの分かってるから、だから自分はここでゴールなんですよ。そう、でもゴルフスイングとかボールの時はもう打撃してその先があるのを自分の脳内でもシミュレーションしてるので、勝手にキャッチしてるから、もう結構分かります。もう自分がこっち側に動こうとしてるんですよ。そこの差が実は一番大きくて、だから円で言ったらいつも北半球南半球って言うんですけど、右半球左半球で言ったら、左半球を無意識に作ろうとしている部分があるんですよ。スイングやってる人ってなんかこうみんなそうです。こっちにやる。そうでもそうかっこいいフォローとか、そうだからスーさんもさっき一発目打った時かっこいいフィニッシュ取ってるからそれっぽいんですよ。そうでも今のこれを叩いてる時って右半球しか意識ないですよね。でもこれが叩くっていう行為をしたら、これ振り子と一緒で考えたら何でもですけど止まんないわけだから、骨盤も体も止まんないから、こっちまでで自分をやることはよくて、その後は勝手に感性でいくよってことです。だから今日はちょっと右で終わらしちゃっていいんじゃないかっていうのを、そうこれがシニアだから余計やった方がいいです。そう要はなんでかっていうと、そう若い人はこれをガーってやったところで結構体の動きがいいので、結構センターを捉えやすいんですよ。でも年取ってくるとこっちを意識すると、もう要はセンター軸を確保するっていうのが可動域とかあれで難しくなって、だんだんもうこう突っ込みってなってくるんで、今日はさらに仕事を増やす少なすのは右半球で終わらせる。じゃあこれやってください。これを右半球で終わらせるっていう、意識しなくても右半球で終わらせてません？そうですよね。そうこれを見たらどうですか？これはもうスーさんの中で難しく考えなくても仕上がってるじゃないですか。本当だ。そうこれはやっぱり皆さんみんな分かることですね。叩くとなんだできるじゃんっていう。そうでもこの時はスーさんの脳内からこの行為、この行動の命令が同じようにしたいんですよ。ボール叩く時も。そうこれなんか形を考えるとかじゃなくて脳からの命令ですよね。そうじゃあスーさんこいつですよね。こいつ叩く時もこれと一緒でフォローを考えない、自分で作らない、右半球で叩いて終わり。そう今こっち作ってないですよね。作ってないでしょ。そうするとそれでもどうですか、フィニッシュサイドは出てくるじゃないですか。わかるですか？そうこれをスーさん、じゃあ今度さらにここで終わる、ここで終わる、そう意図的にヘッドは出さない、止めるってイメージでいきます。そうこれちょっと見てください。そうスーさんすごいね、止めれます。ほらこの感じです。パンチショットです。パンチショットみたいな感じです。右で止める。でも面白いのがこっちサイドがこっちがちっちゃかったらここで止まるです。こっちがこっち来たら
ここで止まるです。でも自分はここまででいいんですよ。右だけでいいです。右だけでいいんだけどここまで来るです。そうでこっちが大きいと今度こっちを大きくてくるってくるんで、自分自身はその場にいていいってことです。なるほど。はい、自分自身はこう回転とかしようとしないで、もう自分はここにいていいです。また教え方が新しいですか？新しい。はい、まっすぐ正面、自分ここにいていいです。ここにいます。そう、自分ここにいていいです。そう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 。そうどうですか？正面感がありません？正面感あります。そうほら正面で打ってるんですよこれ。スーさんは普段ここにいないんですよ。いないですね。そうこれでちょっと感じてほしいのが、うわここにいるじゃんっていう感じがしてほしいです。そうこれは骨盤とか開いてるしててもこれ感覚表現なんですけど、構えたところで打ってるんですよ。ここにいる。でもこれがスーさんのさっきはここにいないんですよ。ここからこの辺にいるんですよ。それが結構勝負です。コース出るとここにいておじさんです。そうここにいておじさんで、ここにいてここにいてが一番大事で、今日やりたいのはさらにここにさしていいですか？じゃあ構えてもらっていいですか？構えたらスーさんそこから足を2倍にします。1.5 倍スタンスをそうするとスーさんの 1.5 倍にした瞬間にスーさんの股関節にちょっとロックが入るんですよ。はい、これで打ってみてください。余計ちょっと手打ちに感じるかもしれないですけど、ほら全然ずれなくないですか？そうここにいるでしょ。ここにいてなんですよ。見てください。ほらここにいるでしょ。で自分が思ってるよりスタンス広くしてかっこよくないですか？はい。スタンス広い選手っていうのもいますよね。います。このぐらいの選手ざらにいます。ほらスーさんどうですか？軸っていうのはいろいろあるんですけど、スーさんの中でこうブーっとこうやって見てでしょ。この辺の軸感を意識して考えると、ここにいるじゃないですか。いてでもどうですか？目線とかはほらだいぶここにいるでしょ。だいぶここにいます。ここにいるでしょ。そうここにいるんです。でこれはスーさんは右半球でいいよって言われてるから、こっちで仕事してるんだけど、でもクラブと体は急に止まんないからここまで来るんですよ。いっちゃうんですね。そうこっちで発生したエネルギーはこっち来るんですよ。だから自分ではここで止まっててもこれが生まれると。要は円を安定させるわけだから軸が大事になってくるんです。だから軸の確保を絶対年取ってきたらこう体の動きで動かしながらってやるよりは、まして月1ゴルフじゃないですか。もう完全自分がここで毎回月1回でも毎回ここで捉えるっていう、これでいきます。おじさんたちそうっすもんね。そうずれてるんですよ。ずれちゃうんですよ。そうずれないで捉える。でこれ最後足上げたら普通にスイングになるんで、まずはでもスーさんちょっとまずこの広めで、はい、そこにいますね。ちょっと7番になっちゃう。